こんにちは、梅です。そんな仕組みがあるなら世界一周でもしてみようと思い立って2ヶ月。先のことはわからないし、割とすぐ実行。片道約200万とかの長距離ファーストクラスに世界一周航空券なら運賃120万4千円、空港使用料や燃油サーチャージを足しても150万円。お得。羽田、ダラス、カンクン、ニューヨーク、ロンドン、ドーハ、パリ、ロンドン、シンガポール、羽田を計画してみました。初めてのファーストクラスと世界の空港ラウンジ体験、主要都市巡り、オーロラを見たりびっくりするほど高いシャンパンを飲んだり、暑いところに行ったり、名所に行ったり、目まぐるしく移動した無謀な世界一周。無事に戻るまではショート動画も見てね。さて今回のプランは、パリマリオットシャンゼリゼホテル。フランスの文化と歴史を学ぼう。 Google 美術館が嫌いになった。カフェの狭さまに馴染めない。トイレ探しが恐怖です。ホテルへ。ターミナル1のガラス張りの動く歩道、Uber のピックアップポイントへ。Uber、壁の落書き。落書きのために壁があるような。パリはボールアートを支援し、都市の風景の一部として定着しているとか。シャルル・ド・ゴール空港から約40分。パリマリオットシャンゼリゼホテル。1997年に開業。シャンゼリゼ通りに位置する5つ星ホテル。客室数192。綺麗なロビーは白大理石がラグジュアリーな空間。左がフロント、奥がベルデスク。大胆さと気品を感じるインテリア。お部屋へ。部屋番号509。フロントから少し奥のエレベーターへ。由緒正しそうなエレベーター。表示にちょっと戸惑う。マイナス3階からロビー階0階、7階まで。カードキータッチ。7階建ての5階。吹き抜けから見下ろすロビー。目玉のマークに白いカードキー。タッチでオープン。入り口でお願いしたスーツケース。左がバスルーム。バゲージラック。ファミリールーム、ダブルベッド2台。40平米。広めで豪華なお部屋。高いぞ。ベッドサイドテーブル。電話、メモ。電源コンセント、USB もあり。窓側のベッドサイドにマーシャルのスピーカー。電源コンセント、USB もあり。ベッドメイクはスプレッド式でこんな感じ。アーティスティック。紙パックのお水。チョコレートクッキー、ハーブティー、コーヒー、ミルクポーション。コーヒーマシーン。湯沸かしポット。下に冷蔵庫。ペプシやジュース、ビール、ワイン、チョコレートなど自動課金システム。何か匂いすると思ったら前の忘れ物？ちょっと嫌だ。値段は QR コードから。チョコレート1656円ぐらい。ビール1840円ぐらい。ルームサービスや観光案内など。デスクと鏡と椅子。小さい引き出し。電源コンセントもあり。クロゼット、扉付き。ハンガー。アイロン台、ヨガマット。アイロン。横開き点キー式セーフティーボックス。下の引き出しは空っぽ。棚にたくさん入れられる。入れないけど。スリッパはナイトターンダウンで。バスルームです。浴槽あり。十分な大きさ。2ダイヤル混合水栓。世界品質 TWC ノワールのバスアメニティ。ハンドシャワー。ライト付きバニティミラー。スクエアワンボール。観葉植物。電源。アメニティガラスコップ。マッサージパッド。アメニティ。コットン爪やすりシャワーキャップ。ボディローション。バスタオル、ティッシュ、フェイスタオル、ドライヤー。
ヘアドライヤー、バスタオル、トイレ、時々見るハンドシャワー、手に水を受けて使うとか、周辺散策、LI ロビー階からエレベーター乗り換え、0階から外へ慣れない、夢のような雨のシャンゼリゼ通り、そんなに派手でもないイルミネーション、雨に濡れた道路にも反射してとても綺麗。ルイ・ヴィトン本店、隣に巨大なモノグラムのトランク、ルイ・ヴィトン初の公式ブランドホテルの予定地だったとか。来た！徒歩圏なのが宿泊のポイント。パリの凱旋門、エドワール凱旋門、1806年にナポレオン一世の命により着工され、1836年に完成。展望台へは284段の螺旋階段、地下通路からアクセス。行かないけど。ホテルに戻る。バブカザナのバブカロール、1070円ぐらい。いろいろなケーキも美味しそう。さすがパリ。タルト、ピザ、マカロン見たことないほどたくさん。さすがパリ。1個 2.9 ユーロ、540円ぐらい。ラデュレのお菓子詰め合わせ、素晴らしい。キラキラディスプレイのクリスチャン・ディオール。憧れの雨のシャンゼリゼ通りが本当に綺麗ですよね。ブルガリには金の雨。ホテルロビーの夕方はお菓子。かわいいです。カップとデトックスウォーター。ルーブル美術館。おはようございます。晴れた。ウーバーゴー。10分くらいで降りて歩き。オペラ座に行きたかったけど見学日ではなかった。ガラスのピラミッドと行列。事前に空いているという早い時間のチケットを購入。空いているのかもしれない。この油断が後でひどいことに。入館はすぐできた。リシュリュー浴2階にあるナポレオン3世の居室。空いていて見応え十分。実際にナポレオン3世が暮らした居室。1848年の2月革命後、フランス最初の大統領選で叔父のナポレオンの知名度を生かして圧倒的勝利を収め、パリを近代都市へと生まれ変わらせた人です。豪華絢爛。こんな豪華なダイニングはいかがでしょうか。楽しみにしていたカフェリシュリューアンジェリーナ、お休み。案内があり少し注目されているヨハネス・フェルメールのレースを編む女。1669年から1670年頃の作品。名作がこれでもかという圧倒的な展示。美しいものに囲まれる心地よさに浸る。自然光が差し込む明るい空間に歴史的な彫刻が並ぶ。いい美術館だなぁと思っていた。ところが他の展示エリアに行こうと一旦エントランスホールに戻ると、再入場が長蛇の列になっていて、一気にルーブル美術館が嫌いになった。自分のせいだけど案内も悪すぎと思う。さっさと外に出てせいせいする。なのにまたお店で行列。1903年開業のアンジェリーナ本店。こちらの行列は覚悟の上だけど、ルーブル美術館内の支店が利用できなかったからしゃあない。100年を超えてパリの著名人にも愛された名店。日本でもデパートで買っています。20分ぐらいでやっと店内。常識？驚きの狭々の席。メニュー。セイボリーとミニペストリー盛り合わせ7000円ぐらい。チョコレートクッキー1020円ぐらい。有名なモンブランは2000円ぐらい。三越でパリサイズ1300円だったぞ。他のケーキも同じぐらい。ブランチセット45ユーロ、8330円ぐらい。
卵料理2900円から4400円ぐらい高っ。名物ホットチョコレート2000円ぐらい、紅茶1500円ぐらい。アンジェリーナブレックファーストと名物モンブランを2人でシェア。ホットチョコレートとオレンジジュースをチョイス。濃い色のフランスグリー。やっぱり日本のより大きくてマロンクリームも生クリームもたっぷりな気が。美味しい。和栗の香りには負けるけど、恐れていたほど甘すぎずもっちりふんわり。蜂蜜といちごジャム。バゲットとコンビエッタ AOP バター。パンが感動的に美味しい。ミニクロワッサンとパンオショコラ。卵料理はオムレツをチョイス。ケチャップ欲しいかも。名物ホットチョコレートに生クリーム。甘さは普通、濃厚の上にも濃厚最高。大満足だけど、これで1万円以上。パリでは建物に入ったらトイレが必須。男女同じ扉の中で違和感あり。おむつ替えもできる。趣を楽しむ。テイクアウトのウィンドウには感動的に美味しそうなお菓子、ケーキ、マカロンも多種類。全部食べてみたい。お隣のチュイルリー庭園マルシェ開催中。平日のお昼でもにぎわっています。ワインや肉料理やお菓子、クリスマスの飾り。トナカイが陽気に歌っている。クリスマスクッキーのぬいぐるみ。仮設のアトラクションも本格的に怖そう。トイキャッチもあり。チョコレートコーティングフルーツ、ワインやお肉。いい匂い。かわいいコースター。一歩入れば落ち着いた静かな公園。メリーゴーランドも見える。出入り口付近には公衆トイレもあり、左にエッフェル塔、右にオベリスク。オベリスクがあるのはフランス革命の処刑場コンコルド広場。噴水も立派。エッフェル塔は1889年のパリ万国博覧会の記念建造物。ウーバーでホテルに戻る。ロビーにはコーヒー。お部屋のお水の補充は十分。ベルサイユ宮殿。まだ暗いうちにホテルを出る。結局使わなかったけれど、これが故障していることも多いと評判の公衆トイレ。使用後、内部が自動洗浄され、床も水浸しになるとか。ウーバーでツアーの集合場所へ。日本語ガイドツアーに参加することに、ランチ付き1人25,730円。日本から申し込んだマイバスです。集合して出発前に順にトイレ。なかなかの参加人数、人気ツアー。立派なバスです。素敵な街並みをゴー。見学できなかったオペラ座は工事中。1875年に完成した豪華絢爛な劇場ガルニエ宮。立派な建物。裏手には大きい有名デパートギャラリーラファイエット。バスの中でも日本語ガイドがあり、楽しいドライブです。パリ中心部を囲むように走るトラム。とてもすがすがしいデザイン。ブローニュの森。セーヌ川を渡る。ベルサイユ宮殿まではバスで約1時間。ダルム広場の門。バスの中でイヤホンをもらって大きい駐車場から少し移動。左右に建物があって広々。王の門の左側にあるトイレに行って門の前に集合。行くわよ。1682年にフランス王ルイ14世が建てた宮殿。ヘラクレスの間ではフランスはルモワーヌ作ヘラクレスの神格化。作者はこの作品を完成させた少し後に自分の人生を終わりにしたとか。迫るものがある。パオロ・ベロネーゼ作のシモンの家の晩餐。
4.54 メートル ×9.74 メートル、王室礼拝堂へ。1770年にはルイ16世とマリー・アントワネットの結婚式が行われました。王城の間、かつて王室の舞踏会などが開かれた場所。ヴィーナスの間、ルイ14世の彫像。ローマ皇帝の甲冑をまとい、太陽王としての絶対的な権力を誇示しているとか。天井画はルネ・アントワーヌ・ウアス、神々と兄弟国を従わせるヴィーナス。大膳式の間、王の食事の間。かつて国王と王妃が一般公開の下で公式な食事をとった広間。マルスの間、ルイ15世の妃マリー・レクザンスカ。マルスの間はローマ神話の戦争の神マルスに由来。かつて衛兵の間であった名残から戦争や軍事の装飾が特徴。王の寝室、国王の起床や就寝は貴族が立ち会う厳格な儀式だったそう。宮殿を創設したルイ14世はここで息を引き取ったとか。アポロンの間、またルイ14世、戦争の間の名作レリーフ、ベルサイユのバラのオスカル様の肖像画のポーズのモデルになったと。ついに鏡の間に入場。なかなかの大人数、とても明るい。当時は非常に高価だった鏡を357枚も使用。大部分は17世紀当時のオリジナルだそうです。天井画は宮廷画家ルブランが手掛けたもの。第一次世界大戦の終結を定めたベルサイユ条約が調印された歴史的な場所。平和の間、フランス式庭園の最高傑作の美しい庭が見渡せる。王妃の寝室、歴代王妃が寝室として使用した部屋。最後の主人マリー・アントワネットの時代の装飾が再現されています。王位継承者の出生を偽りなく証明するため、歴代の王妃はこの部屋で大勢の人が見守る中で出産を行ったそう。王妃の控えの間に展示されているマリー・アントワネットと子供たち。戴冠の間、ナポレオンの戴冠式。ルーブル美術館のものと女性の衣装の色など一部が異なっています。ナポレオンの2番目の妹のドレスがピンク。ナポレオン1世の栄光を象徴する記念柱。日本語のガイドさんに人の少なそうなところからなど先導してもらうのは良かった。お庭を見渡して終了。とても良かったです。オペラ座近くで解散。歩いてランチ会場へ。板チョコ屋さん。ディスプレイもかわいいパン屋さん。ロワイヤルオペラブラッスリー。お店もツアー慣れ。メニューは A か B を選んで、さらに前菜メインを選ぶ式。ランチタイムで混んでいます。やっぱり狭々。2人でいろいろ食べることにする。まずはクロックムッシュ、エスカルゴ、パンも来た。普段あんまり食べないですね。多分エスカルゴバターが効いて美味しいです。タイですね。クロックムッシュはチーズたっぷり、美味しそう。パンもいい感じ。美味しい。バゲットにエスカルゴはいかがでしょうか。デザートきました。4種類も。プリン、チョコレートムース、ピスタチオのプリン、香ばしさの嬉しいクレームブリュレ。美味しい。遅れてキッシュ来ました。どうも隣の人が間違えて食べちゃったらしい。イメージを超えるふわふわボリュームたっぷり。ごちそうさまでした。せませまは未だ慣れないけど満足です。シャルル・ド・ゴール空港へ。ホテルに戻ってシャルル・ド・ゴール空港へ。
2C ターミナル、次はブリティッシュエアでロンドンへ。チェックインカウンター発見、だけど人がいない。2時間前からしか開かない様子。お会計です。すごく便利で立派なホテルだけど、朝食もなしでこの値段。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。応援をよろしくお願いします。